皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャストがバドンカドンクおっす俺バドンカドンク。はい、始まりました自殺バドンごめんそっか、バドンカドンクを出したバドンカドンク。全部バドンカドンク。別にバドンカドンクを殺したわけじゃないんか。それは絶対しない。ごめんなさい、失礼しました絶対しないよ。孫悟空ピンポンソンカドンク。ソンカドンクなんかないバドンカドンクが、孫悟空じゃないね、バドンカドンクがバドンカドンクを放ってだけ。何これ何が起きてる。もう苦しんでるやんな、ほんまにバレたずーっと。だって最近もな、もうこれ何回もエピソードやる前から言ってるけどさ、君のそれ待ちめっちゃあるで、ちょっと待ってみたいな。いやちょっと待ってって俺言うけどさ、お前すぐスタートするから。それを始めないとね、こんな借りてる時間もありますから。ジーザス頑張りますどっかでやめていいですからね。 No, never。 はい、自分で言ったからな。聞いたよね、みんな自分で言ったからな。任せろ。はい、ということで、今日はね、この前さ、ゲストでゆりえちゃんが来てくれたんやけど、ちょっとね挑戦してみ、いろいろ試したいなってうちらでも言ってて、初めてゲストを呼んでみるっていう形でやったんやけど、それゆりえちゃんが来たことで、うちらがあんま話してなかった、エピソードというか、ちょっとなんていうデーティング関係のこと話したやんか。まあそのプロムとかいろいろ話したけど、こうもうちょっと入ったところ、これをさもうちょっと話したいなと思ったんや。だからお前今日ピアス入れてきたの。そうやん、やっぱデーティングモードというか。ちょっと damn OK、たまには変えないとね。 OK。 俺気づいたのを褒めてくれないんだ。これは気づくやろ。これ気づかんやつはやばいでOK やばいで。今言うまで気づいてなかったやつやばいでOK なんとなく変わったなぐらいじゃあかんねん。 OK。 はい、デーティングそうそう、なんか、まあ私そのねちょっとエピソード聞いてもらったらねわかると思うんですけども、ゆりえちゃんとこのやつで言ってた、このなんていうの、もしかしたら勝手に付き合ってたことになってたんじゃないかっていう、yeah OK。 これがさちょっと怖いというか、告白する文化じゃないやん多分。Yeah。 アメリカで告白したことある？若い時あんのなんか若い時って言うとえらい急に年取った感じするわ。You know what I'm saying？ お前と同い年やから。Yeah。 その前話したプロもあったやん。はいはい。Will you go to prom with me？ そうそれを、なんかそれも決めフレーズあるから、その Will you be my girlfriend とか Will you go out with me、 やっぱ決めフレーズがあるから、子供の時多分それが憧れで言うの。言いたいねやな。それをやっぱ男も言いたいし女の子も言われたいから、両サイドがこれで行こうぜ、その子供の後は言ってないな。というと、言わなくても付き合っている感じになるってこと？ Yeah。 それが分からへんねん。何が分かんねえの？だってさ、付き合わないって言わんかったらさ、じゃあ付き合ってなかったですってさ、都合悪くなったら言えるやん。Yeah、使いやすいでしょ。そのため俺たちのシステム。いやもうやっぱもう分からへん、ぬるっとしてるから。だから私みたいなさ、ああいう勝手にデートしてたみたいになっちゃうやん。こっちは友達として言ってるつもりやったけど。I see。 でもそれは空気読めない外国人。まあそれスティーブンかボブやったかちょっと忘れたけど、空気読むのはデーティングシステムは大切。You know what I'm saying？ 例え俺一番言われるフレーズが Are we official？ それが私たちは公式？いやそうやっぱ英語でもあんね。なんか決めたい時なるほどね。そのちょっと白黒はっきりさせたい時の言葉がそれ。日本語であんのそういうの。なんかでもそういう言い方じゃないけど、私たちってどういう関係？うわ多分これちゃう。俺言われたことあるかもジャパニーズで
で、俺は、like, you know, just 大人、遊び友達、you know what I'm saying? セフレってやつやな。違うよ。それな、俺、そこ、ダメと思う。言い方がなんか、ダイレクトすぎる。もうセックスフレンドっていうのがちょっと、それ、なんか、女の子言いたくないじゃん、それ。まあ確かにね。You know what I'm saying? 言い方なんかいやらしいというかな。But we got friends with benefits. フレンドだけど、ベネフィット同士。You know what I'm saying? 利益のある関係です。利益でつながってる友達です。そう。利益ってベネフィット。ベネフィット。OK、じゃあそれ。なんか、すっごい急にビジネスライクになった。より。でもそういうビジネスプレイもやってもいいよ。違う、別にそのコスプレでやるみたいな、上司と部下みたいなんじゃなくて、OK。すごい、より体だけの関係っていう感じに聞こえた、今。もちろんセフレっていう逆になそうなんだセフレっていう方がもちろんもろ言葉に出てるからリアルなんだけど、その利益だけの関係っていう方がもっとその本質というかコアなことを言ってる感じがしてすごい。But よくそれしないとさ、付き合い始めちゃうじゃん。確かにな。その結局私たちってどういう関係が生まれちゃうよな。Right? それが踏み出さないように friends with benefits そういう線をちゃんとつけてんの。You know what I'm saying? さすがなんか分からんけど資本主義の国というかなんかねいいですね。Yeah, you know what I'm saying? はいなるほどね。なんか日本の俺ちょっと思うのが、ファーストデート first date 初めてのデートね。で、アメリカ人としては結構大きいの。へえ。大切じゃないそれ。まあ大切かも。だから私あんまちょっとした普通の感覚が分からんねんけど、けど大事かも。日本のファーストデートあるあるってある？俺それ聞きたいと。なんやろう。分からん。でもようなんか行く場所、ベタな場所とかやったら水族館、遊園地、映画館みたいなそんなんは聞くけど。コナンかよ。全部事件起きてるけど。全部事件起きてますけどね。どうなんやろ。あるんから。みんなちょっとそれ聞かして。私逆にこういうの疎いからさ、ちょっと教えてほしい。ちょっと待って、最近俺もう勇気と会話しなくて、見てる人たちとコメントと会話してる俺。コメントと会話してる。私もコメントに投げてるから会話してる。OK、そうなんだ。なんかあんまなんやろうな。ある例えばアメリカだったらもう単純に多分みんな言うのが dinner and a movie。晩ご飯と映画見に行く。まあでもThat's just the dinner and a movie がもうザlike safe。イメージあるよ。すごいそのイメージはある。あるし多分そのイメージは日本にも入ってきてる。なぜならば日本ってすぐアメリカに憧れちゃうからね。お前らすぐ俺たちのスタイルパクるよな。なんかおしゃれに見えちゃうんだよね。いや、わかる。それがでもベタなんや。But dinner and a movie ってディナーお金かかる。もちろん男出すやん。なんかデートはね。ムービーお金かかる。はい、ポップコーンもお金かかる。damn。一回日本の映画館システム大好きだけど、アメリカもセキュリティが強いの。外からお菓子とか持って入るのももうシークレットミッションになってんもん。どうやって持ち込むか。そんなカバンも見られる。ちゃんと止められるから。映画館って人撃つ事件いっぱいあるから、そうなんや。バットマンダークナイトの事件覚えてない？そう映画館の中入ってきたらみんな撃ち殺すから、だからちゃんと映画館もチェックあんの。セキュリティがしっかりしてる。そうなんかそういう話あったな。前なんかそうアメリカそこでもセキュリティ強いから、そのデートで、でも友達だったら OK だけど、ファーストデートでこいつなんかそういうシャバいのやってたらこいつ金ねえなって。いやわ、ちゃんとその場所でお菓子もジュースも買ってほしいわ。そういういいノリの子おったら楽しめるけど、俺はそういう子の方が好きかも、正直。なんか女の子がなんか出したら俺ちょっと恋に落ちちゃうかも。こっそりこっそりなかなかせえへんと思うけどな。ここからホットドッグ出てきたら I'll be like yo。なかなかせえへんと思うけど。But ファーストデートがそんな大事なんや。でも俺、お金ない時の、俺お金ないので育って、今でもまあ芸人とかコメディアンやってるからお金ない。ずっとお金ないね、まだな。売れてないからね。でもデートは俺なんかいつも楽しめんの。へえ。First day は。
ファーストデートは楽しめんねや。そう、その後はいはいはいあいつらもちょっと、こいつお金ねえのかなって気づいちゃうの。だろこなんかまあファーストデートを聞いてからにしようかな。うん。お金ないお金ないファーストデート。じゃあ楽しめるってことはやっぱいろいろ考えてるってことやろ？ Yeah. それちょっと聞きたいですね。Alright. ダニエルのファーストデート。Yeah. これ、天気いい日にしかできない。もう限られた。Yeah. もう限られましたけども。とにかく、散歩で、散歩で、なんか、座ってて話すのってちょっと難しいけど、なんか散歩しながらの話すの、俺、得意っていうかの方が好きで、そこで散歩しながら俺ルートをなんとなく俺の中で決めてんの、もう先から。で好きなピザ屋さん寄って、でスライスを買って、そこで食べるかそのまま持ちながらもう散歩続けて食って次の場所だからほぼ散歩つながり、で夜はちょっと公園の方とかちょっと綺麗な見るもの、東京タワーじゃないけどなんかスカイツリーでもなんかスカイツリー、発音が良すぎたんです。ごめんなさい。日本語英語に寄ろうとしたら可愛く出ちゃった。いつもありがとうね。スカイツリー見に行って、で、最後、どういう感じだったら、ちょっと持っていけるかと。Yeah, ファーストデートでちょっと俺とコーヒー飲む。家でちょっとコーヒー入れるんだけど。ファーストデートでそれはもうデートじゃなくてさ、そこ目的やん。なあ。ほら、それちょっとそこ行く前にちょっと待って、でもそこまではファーストデートはちゃんと楽しめねん。俺、金持ってるやつらがやってくれないことを俺やんの。別の戦いしてる。要するに経験をあげんねんな。Sure。な。金持ってるやつは金で何でもできちゃうけど、金ない人はやっぱ経験で喜ばしてあげるという。Yeah。なるほど。それが散歩。は一つ。一つね。なるほど。とか、お酒好きだったら、俺、必殺技が、これ使ってもいいよ、外国人たち。お酒、特にワイン好きな女の子おったら、Dude、お台場の観覧車、安いし、で、ワインを、あの子の好きなワインを覚えて話してるときに、それを先にカバンに入れて準備して、観覧車入ったときに、それを出してコンビニから安いプラスチックワインコップを2つ出して回るまでにこの瓶を開けよう。ちょっと遊ぶんや。ゲーム性もあるんや。で綺麗だし、で入る緊張感と出る仲良さ、中の親密さがね、クロースになってると。全然違うよ。そりゃそうやわな。酒持ってでも嫌やな。なんかリュックからワイン出してこられたらびっくりする。first date だよ。びっくりする。でもそれが勇気が前、例えばじゃあ勇気やったら俺でかいコーラ出すの。なるほどね。分かった。その子の好きなものをちゃんと覚えてたってところがポイントやな。そう。本当は話聞いてたよ、You know what I'm saying？どうしようかな。私もじゃあ観覧車ででっかいコーラとレイズのポテチ出されたら。Yeah。すぐ。楽しいな。Yeah, right? 楽しいけど。You know what I'm saying? すぐコーヒーいっちゃうよな。You know what I'm saying? 確かにな。なんかそういう努力が大事やんな。やっぱお金がないってなるとな。でもそれが、2回目3回目になると、こいつちゃんとした場所連れてってくれないな。大事にされてないなに変わってくるもんな。そうだから気づく前に俺が大人遊びできるかのいつものやっぱそこ目的になってんねんな。やっぱゴールが絶対そこになってベネフィットになってんねん。いやちょっと待って俺は車買う前に試したいの。テストドライブするの。地上派ね。それはそうやんな。乗ってあれなんか乗り心地悪いないとあかんもんな。そう。それはお互い様やもんな。確かに。お前がやら上からなと思ったけど、それは女の子も同じことをしてる可能性があるから。もちろん。確かにな。ファーストデートな。喋りがやっぱさ、喋ってくれたら何でもいいよな。私さ、大阪おるときに友達の紹介とかで一緒にご飯行ってたりした人がおったやん。その時にな、全然喋らない人がいて。勇気が引き出す仕事。そうやね。だる。でもな、
すっごい素敵な人やったのはちょっとキュンってきたエピソードだなこれは。おーいいね。私が誕生日の時に、ちょっと前ぐらいに知り合ってお誕生日がこの日やったっていうのを言ってなかった。で今何してるんですかって来てまだ敬語の時ぐらい距離があるから何してるんですかって今友達が来てくれてちょっと誕生日パーティーしてますって言って誕生日やったんですかって言ってきてそうなんですって言ったら仕事終わりにもう車でちょっと大阪の南の方に住んでる人やってん、私は来たやねんけど、そこから車で来てくれてもうあと30分もないねんで、けどケーキ持ってきてくれて、ほんでそれも5個6個、よかったら友達と食べてくださいちょっと会いたいんで来ましたって言って、ほんでケーキだけ渡して帰ってって、なんか分からんけどすっごい嬉しくて。ちょろいなお前。ちょろいで私はちょろいで。いやそれちょっと嘘で今言ったけどあいつどういう車？ホンダのなんかいや日本人ホンダ好きだよななんか分かるけど覚えてないちゃんとはけどそのケーキだけ私買いのがすごいキュンとしてんけどそれは優しかった。それはすっごい優しかったんけど毎回喋らへんねんデートの時。行動でもいいやん。行動力あるけどそのポイントだけ。結局さ一緒に過ごすってさ日常を過ごすわけやからさ、そこがしっかりしてないとしんどいやん。これ難しいとこなんですけどね、それがいいって人もおるやん。ポイントしっかりしてればいいって人もあるけども。でも頑張ったな。距離が30分ドライブ？結構かかる。じゃあフィニックスからグレンデールぐらいか。どこ知らないよその距離。なるほどね。それによってはすごいねが変わってくるの。じゃあすごいあいつDamn アメリカの都市から都市でな。Damn OK。 そうそんなのがあったりはしたけどさ、だからそのダニエルのそういうデートに関してのいいところはちゃんとやっぱ喋るってところはいいやろうな。OK。戻ってくるけどさ、その告白しないで付き合った人でも、別れる時のフレーズはあるの？そこだけはしっかりしてんの？ We're done ほんまにシンプル。私たちは済んだってことやな。終わった。We're done。リアルで、俺その女なんか時々俺たちちょっと待ってタイムアウト。毎回エピソード20分ぐらいにしたいのにいつもここら辺にタイマー置いてるんだけど、これなんか最近続けて言うきいつもタイマー変なボタン押して全部なくなるよな。多分押してなかった。押してなかったんかどのぐらい話してるか分かんねえやんこれまあね続けて。俺が全部終わらしてる。俺一回もあっちからもう付き合うのやめたいは来たことない。それは自分が嫌になってやってるってこと？毎回やめんのが俺がブレイクアップする。なるほどね。その優しさで言ってあげるとかもないんや。じゃなくてでも優しさはもう好きじゃないから続けるより別の男探してちゃんと。優しい。いやそれは優しさ。マジでそっちの方が優しい。いやちゃんと長引くよりその方が優しいと思う。いやだからそれがじゃああんたあんま続かへんねや。いやまあそれはそう今がそうなだけかもしれんしな。I hope so I hope so Shit まあな難しいよな。そのやっぱ仕事となそのプライベートなことって、確かにな。私もあんま長いことおらんタイプほんまに。じゃあ一つの勇気のデートしてる時かなんかそういう付き合う前の一つの、最近学んだカエルの幻カエル化現象Maybe that それカエルの幻かわいい。なんかふわーってこの辺に頭の上らへんにカエル浮かんでんのカエルが現象。カエル化なこの人いいなって思ってて、違う使い方らしいけど、よう使われる使い方はこの人いいなと思っててもたった一つの行動とかでうわってなる。いや急に冷める。そうそれが付き合う前でうまくいっててなんかこれ男がやったらってなるやつはそれ教えてください。店員さんへの態度やな。全く同じ。
俺も、なんか聞かれたら、そう、店員さんに失礼する人は俺もう一気に好きじゃない。相性いいやん、付き合うでも俺たちもう店員さんに優しすぎになっちゃうじゃん。確かにな。なんか確かにな。俺ね、育ち方がやっぱママとパパが、パパのどっちかな、でも無理やりされたのが、今は嬉しいけど、散らかってたら、まとめる、やっぱ出る前に。はい。店員さんが後で片付けやすいようにな。いや、もうツーハンドでパパっていけるように。確かに。Yeah。それは素敵、すごい素敵。そういうのってさ、出るやん。この人下に見てる人にこういう態度取るんだっていうというかさ、まず店員さんをなぜ下に見る、っていうのが嫌だったりはするよ。ここはアメリカと日本同じです。